はい、負けおでございます。さあ、プロジェクトゾンボイド続きやっていきましょうということで、今回はですね、まずは前回、ライブ配信145話ちょっと長い配信になってしまってね、本当に申し訳ございませんでした。ちょっと負けおさんテンション上がってですね、死なずにいけたんでテンション上がっちゃいました。はい、ちょっと最後らへんは雑談もしちゃったりしてね、6時間超えてたよね。ちょっと次回からは3時間ぐらいに、なるべく生配信はしようかなと思ってます。はい、申し訳ございませんでした。そして、生配信中にですね、左側のブロック、島の左側を攻めていったんですけども、ちょっと行動範囲的にあまり下部分しかいかなかったと思うんですけど、レベルも上げてですね、前回14号が死んでしまった後、どういう感じで負けおは頑張ってレベルを上げていってたのかというところとですね、さらに、本編動画ではまだ出してない、ちょっとこれからマンションですね、マンションじゃないね、リゾートホテルを陥落させるための準備を、進めておりました。で、進めるにあたってやっぱりこう周辺の、いろいろ整備していかないといけないからと、何が起こっても大丈夫なようにいろいろと整備をしておりました。さらにですね、レベル上げと一緒に。で、一つ必要なのは、まずは行動拠点を作らないといけないということで、ライブ配信中は左側ですねの灯台名前、ちょっとよくあそこら辺わかんないですけど、灯台があるようなちょっと、仮拠点作れそうな場所に、行って、そして下地を作りましたね。あそこはまたオフ動画で、準備を進めていきますと、いつでもあそこに戻ってきて、休憩できる形、逃げ帰れる場所ですね。で、あそこだけ作っても負けお的にはちょっと危険かなと。まだまだもし上に逃げないといけなくなった場合とかもあるんで、そしたら上の方にも拠点作らないといけないと。最初に仮拠点ね、スタート地点のところに仮拠点は作ってたんですけども、その仮拠点をちょっと少し、強化したりですね。そして、軍事拠点で、今動画流れてるところは、軍事拠点内なんですけども、コンテナを崩したりして、レベルをまず上げてたりしておりました。はい。で、軍事拠点は調査は全て完了したんですけども、せっかく調査して、ゾンビも8割ぐらい倒してたんで、もうこのレベル上げついでにもう軍事施設の敷地内のゾンビも倒しつつ、そして、軍事施設を封鎖して、完全制圧を裏でやっておりました。ということで、このレベル上げの1週間何をしてたかをギュッとまとめようと思いましたが、一応動画は全て裏で、撮ってたんですよ。何が起こるか分かんないということで撮ってたんですけど、どれぐらいあるかなと、10時間ぐらいもしかしたらあるなと思ってたら20時間ぐらいあって、さすがにこれやばいなと、一旦ちょっと切りながら全部貼っつけていこうと思って貼っつけると2時間ちょっ
トぐらいにまず第一段階でなって、でそれをさらに30分以内ぐらいに収めるかという作業をするのも大変だと思いつつ、だんだんと、生配信をする予定の週末に近づいてきたと。で、本来なら生配信の前にこの動画を出して、そして生配信中に、こんなこともやってましたっていう風に紹介しようと思ってたんですけども、ちょっと仕事とかも忙しくてですね、出すことができなくて、後日このライブ配信145話の後に出す形になりました。なので、ライブ配信中はそういういろんなことをしてた場所には行かず触れずっていう形で、進行してたという形でございました。はい、そして、14号が死んで15号爆誕でだいたい2ヶ月ぐらい経ってると思うんですけども、レベル上げであれば集中してやれば1ヶ月ぐらいでいけるんですが、2ヶ月経ってますよね。じゃあ2ヶ月も1ヶ月余分に何をやってたかっていうのは、いろいろと映像でわかるかと思います。あ、なるほどねと。こういうことをやってたからさらに時間が経ってたのかという形で、着々とゾンビマンションの外堀を埋めてる形になっておりますんで、そして最後はキングマス島の完全攻略まで、順当に今進んでおります。そしてライブ配信もうまいことね死なずに、いけたんでね、なんとかいけるんじゃないかなと思います。そしてたくさんのアドバイスですね、いろんなアドバイスいただきまして、さらにマケオのゾンボイドの知識もぐっと上がりつつね、今後のマケオの、プロジェクトゾンボイドマケオ劇場をねお楽しみいただければと思います。で、今回の動画は、103、本当は出したかったのが145話っていうナンバリングで出したかったんですけども、先に生放送が来ちゃったんで、144.5 話っていう形に、ナンバリングはなると思います。はい、ちょっと何をやってたのマケオさんっていう興味がある方はちょっと見ていただければと思います。はい、別になるほどねっていう時はもうそのままライブ配信見てない方はライブ配信145話をそのまま見ていただければと思います。はい、という感じで、ちょっともうやばいめちゃくちゃ時間かかってるこれ、長い動画になると思いますけども、なるべくギュッと短くしましたんで20時間ぐらいの動画だったんでね、勘弁いただきたいと思います。それではどうぞ。はい、ここからマケオがナレーションで後入れで、説明していきたいと思います。で、本部島ですね、軍事拠点の多分本部島、こちらのバリケードを1階に張っておりました。そしてまず軍事拠点のここは入り口ですね。もうどんどん場面変わっていきますんで、ちょっと早口になると思いますけども、ゾンビが結構湧いてくるんでですね、そして、軍事拠点の入り口に車でまず軽くバリケードしてますね、ここね。移動ゾンビとかが結構この入り口付近に移動してきたりするんで、それを軽く今防御してますね。ここからまた防御を固めていくんですけども、そして、本部島の周りの木ですね、これをね結構は木生えてるんで、移動するとき車がねぶつかると車が壊れちゃうんで、その木を切っております。で、たまに、本拠点に戻って、今は畑を耕してますね。はい、で、軍事拠点内のこれは食堂ですね。食堂のテーブルを分解しておりますね。で、軍事拠点内入り口、ここ入り口ですね。さあ、ここの入り口をちょっとバリケードといいますか強化しようということで、まずは階段を作っておりますね。
そして階段の上。はい。もういきなり飛んだな、これ。階段を二手に、作って、そして2階部分を作ってロープを貼っつけて、さらに車の奥にはコンテナを作ってゾンビがもう侵入できない形にしておりますと。もうこれでほぼゾンビは外から中には入ることができないと。はい、で、今どこだ、はい、食堂ですね、軍事拠点の食堂のこういう鉄でできたテーブルじゃないね、コンテナ、そういうものを分解しまくってますね。レベル上げ、そしてあと素材もゲットするためですね。この鉄板でできたところは鉄の大きな板とか小さな板もゲットできるんで、それを使って、車のボンネットとかトランクとかその板を使って、また修理していくと。で修理するとまたレベルも少しずつ経験値が入っていくんで、レベル上げにまたじゅんぐりうまい具合にレベル上げを、している状況ですね。車整備のレベル上げるのは本当に大変なんで、ちょっとここがかなり苦労したところですね。で駐車場で、別の車から部品を取ったりつけたりつけたりと、そういう作業をかなり長い時間、車整備とあと電気工学ですね、この2つをどうやって上げるかに悩みながら、地味な作業をずっと、1週間近く続けておりましたよね。前々回のライブ配信ですかね。はい。その後。はい。で、街中のマンションじゃない、アパート群ですね。そのアパート群で、いろいろまた分解できるものを分解しに行きましたね。これは多分時計とか、テレビですね、電気工学系を上げるために、ピンポイントで、分解しに来てますね、これ。大工仕事、木でできたやつとかを分解は全然してないですからね。テレビ関係ですね。そこら辺をメインに分解しに来ておりますね。全然上がらないですね。でこのアパート群が123 4個か5列ぐらいあるんで、これもかなり、経験値を上げるにはいいポイントになるかなと思います。はい。裏口のところにはね、こういうプロパンガスがゲットできるものもありますので、それをまたプロパンガスをゲットして、そしてプロパントーチに補充して、そしてまた軍事施設の中の鉄を溶解していくと、分解していくという作業を行ったり来たりと長い時間これもやっておりました。少しずつレベルも、上がってきてますね。で場面変わって、レベルが上がったんで、これを持っていける形になったんですよね。コンロがですね。そしてコンロをゲットして、でマケオさん本部と、ここを拠点に、しようということで、ぐるっと回ってこの部分ですね。はい。ここに、もうベッドもセットしてありますと。そして、ゲットしてきたこのコンロですね。このコンロを使って、料理ができるようにしたいなと。でちょっとベッド仮に置いてた場所をしっかりちょっと移動させようかなということで、部屋の端っこに移動させてますね。あとはこれは何をしてるんだいろいろやってるんでね、ちょっとね記憶が曖昧なんですよね。多分部屋のレイアウトを変えながらどういうふうに、仮拠点
軍事拠点の寝床を作ろうかみたいなことで考えてるんだと思います。水はまだ出ない状況なんで、この上に雨だるを設置しないといけないなということで、これね、なるほどね。最初右側に置いてたんですけど、あれこれ水が出ないと、この場所違うぞっていうことで場所を移動してますね。水自体は溜まってなかったのかな、まだ。で、配管をして、あとは雨が降るのを待ってる状況ですね。少し水を入れてますね。ちょっと確認のために少し水を入れて、この上の位置で合っているのかをマケオさん確認してますね。今水出ましたね。はい、よし、これで OK ということで、とりあえずここの水場は確保できましたと。そしてどうするのか。ちょっと一旦間違ったのかな、これ。なんかごちゃごちゃやってますね。真ん中にしようと。今度は真ん中にしたかったみたいですね。で、場面変わって、ちょこちょこ本拠点と軍事拠点を行ったり来たりしつつ、レベルを上げたり、ゲットした素材で、車の修理をまたちょこちょこ間に挟めつつ、やっておりますけども、多分この場面は初めて燃料タンクですね。この大型車の燃料タンクがかなり低い状態の燃料タンクがついてたんじゃなかったかな。それで燃料タンクの新しいやつを街中でゲットした分ですね。それを付け替えるために、まずはガソリンを抜いて空にして、そして、ガソリンタンクを外すと。で、新しいガソリンタンクパーセンテージが高い、多分 100% のやつだったと思いますね、サラの。で、それをつけると。そんな作業ですね。そして、コンテナで、発電機を1個ゲットしましたね。発電機はこの右側の不当のコンテナにたくさんあるんで、なんとか暮らしていけると。で、発電機が爆発したりしてね、そういうのはあったんで、2つ編成で、ここは運用していこうと。1つがちょっと消耗し始めたら左側に切り替えて、そして右側を修理するみたいな感じの運用をしようかなと。さあ、そしてさらに場面が変わりまして、軍事施設の一番左部分ですかね、左下、ここにゾンビが下の部分めちゃくちゃ湧いてきてたんですよ。で、ここで初めてマケオは銃を使うことになりました。安全な場所からこのね、すごい量でしょう。すごい量。もう仮拠点の近くですね、一番最初のスタート地点の。で、そこで、この金網は壊れないんで、この安全な場所から銃を使うと。銃はもう全然使ってなかったんで、銃の練習をしつつ、このゾンビを倒していっております。マケオさん、銃の操作にはあまり慣れてないんで、いい機会だったなと思います。バンバン撃ってますね。けどなかなか当たらないなこれって思いながら練習してますね。で、なんとかですね、軍事施設の銃とか弾を使ってですね、ここにもう多分ね2、300匹いたんじゃないかな。なんでこんなに湧いてきたのかがちょっと記憶にないんですよね。すごい声が聞こえ始めて、だんだんとゾンビが集まってきてたっていうね。で、どうしようと思ってたんですけど、銃の練習にしたと。
で、なんとかですね、少しずつ、散弾銃で撃ちまくって減ったんですけど、全然ね、やっぱりね、塊がすごくてね。で、この銃で倒してて、いつの間にか、本編の生配信、この後生配信したんですけど、ゾンビの倒した数がすごい量だったんですよ。700匹とかになってたと思うんですけど、それが原因ですね。だから、300匹ぐらい倒したんじゃないでしょうか。で、なんとかここにいるゾンビは倒しましたと。で、あとは残党がちらほら何匹か、いる状況で、で、フェンスに一番近いところですね、フェンスにペタッとくっついてるゾンビに関しては銃が撃てなくてですね、ちょっと距離がないと銃の弾が当たらないんで、こういうフェンスにピタッとくっついてるゾンビは、槍とかナイフとかで、地味に、倒していきました。はい。結構大変だったですね、これ。銃でパーンと撃てればいいんですけどね、あまり近いと距離がないと撃てないみたいですね。撃てるのか分かんないですけどね、そこら辺ちょっと銃はあんまり使ってないんで、詳しい方がいれば教えていただければと思います。そして、ある程度ここすっきりしたんで、ゾンビさん、じゃあ今度は仮拠点の方に、行ける道、これを作りましょうということで、軍事拠点から最初のスタート地点の仮拠点ですね、そこに向かって2階部分、これを今作っておりますね。で、一応ここから仮拠点左の島に行けると。さあ、久しぶりのスタート地点の仮拠点ですね。ここはね、ボロボロなんですよね。なので、ちょっとこの仮拠点を少し、強化して、使える状態にしようかなと、そんなことをマケオさんは模索しております。こういうことをしてると、時間が結構ねかかっちゃってですね、でなんとか道がつながり2階部分に屋根ですかね、屋根部分につながったと。で屋根部分から1階に降りれるように、そして、フェンスも立ててという感じですかね。で内側から外側からバリケードをしてですね、壊れてたドアですね、ドアも作って、完璧な要塞にしております。ドアもできましたね。これでですね、左側の、北部分、左の島の北部分に、拠点が出来上がりましたと。でその拠点部分から軍事拠点内にも移動可能と。いかがでしょうか。これで完璧ですね。もうどんどん外堀を埋めていくと。ゾンビマンションを攻略するために、もし危険な状態になったら上に逃げればこの仮拠点が準備されている。そして、下に逃げた場合は生配信で、行動拠点を作りましたね。灯台の部分、灯台の施設ですね、あそこに逃げ込む、上下、安心できる場所がありますと。でちょっと魚釣りをやってみたくて、レベル上げもついでにちょっとピュッと魚をこう森でついてたんですよね。そしたら、なんか魚1個ゲットできたんで、ちょっと焼いてみようということで、軍事拠点のところに帰って焼いてですね、でその焼いた魚を使ってですね、初めて、料理、サラダですね、サラダの中にその焼き魚を含めると。
そしたら野菜と魚のサラダみたいなのが出来上がりましたね。ちょっとね、新たな料理が出来上がって嬉しかったですね。少し回復量も多くなったんでですね、今後また魚釣りもやっていきたいなと、そんなことを思っております。で、軍事拠点内を移動するためのこの普通車ですね、メインでこれを使ってたんですけども、だいぶくたびれてたんで、もうゾンビ、この拠点、軍事拠点内のゾンビはすべて、倒しました。もうすべてですね。なので、軍事拠点内にゾンビはもう1匹もいない状況です。もうそれを全部確認いたしました。車でぐるーっと外も中全部回ってですね、施設内も全部チェックして、で入り口側も車でバリケードしてゾンビが入れないようにしておりますんで、基本的には完全制圧している状況でございます。で駐車場でゆっくりと安全な状況で、ドアとか窓とか使える部品を取って、入れ替えてですね、でこのメインの普通車を修理している状況ですね。でかなりいい状態にしてますね、今のところ。これはレベル上げも含めた行動ですけどね。いやすごい時間かかりましたね。やっぱね、きつい。車両整備が一番きつい。何にしろコツコツやらないといけないのか、なんか効率のいいやり方があるのか、そこら辺はちょっとマケオにはよく分かりません。いい案があれば教えていただければと思います。そんなこんなで、この軍事拠点がの上に屋上にも畑も出来上がりましたと。これで自給自足の生活もできますと。で電気も通っております。水も確保しております。ガソリンの予備も置いております。完璧ですね、これでね。ということで一応軍事拠点の完全制圧完了ということで、キングマストの軍事拠点は完了いたしました。いやこれはね結構時間かかりましたね。であとはですね、軍事拠点が、終わりましたんで、完全制圧できましたんで、残るは左側のゾンビリゾートホテルを完全制圧すればキングスマストは全て完了と。まだ左側の部分探索してない部分とかありますんで、そこは確実に進めていって、最後にリゾートホテルを本丸を落とすと。でそのための外堀を埋める準備をこの1週間のレベル上げの間に裏でやっておりました。ちょっとかなりの駆け足で20時間分の動画をまとめたんで、なかなか分かりにくい部分とかもあったかと思いますけども、レベルも結構ね、これでだいたいほぼほぼ終わり部分ですね。もうこれでいけるなと、マケオさん、生配信いけるぞっていう感じでふむと思ってるところですね。本丸をね最後落とす前に、こういう軍事拠点も落として、軍事拠点も拠点化してですね、いつでも逃げ帰れる状態で、武器とかもすぐに、準備できますんで、あとは左側の島の最初の拠点ですね、仮拠点、あそこはもう全然ね、ただ1階建てのもう寝るだけの仮拠点だったんですけども、そこもしっかり、行動拠点化してですね、2階建てにして、
でここから今発電機を1個、発電機にガソリンを1個入れましたね。で、この発電機を多分ゲットしましたね、1個ね。多分発電機、生配信の時に行きましたよね。右側の不当のコンテナ、発電機があるコンテナ何個か減ってたじゃないですか。実はここの軍事拠点に何個か持ってきてたというのが答えでございました。で、この下に車でピュッと行けば左側の島の最初の拠点がありますと。でここ2階に階段で上がると2階部分に移動できると。もしゾンビが来てもここで上から銃で撃ったりね、いろいろ対応ができる状況になってると。なかなかいいんじゃないでしょうか、これは。で、この仮拠点、行動拠点をいつでも帰ってきて、寝る場所にもできる状況にするために、発電機を一つセットいたしましたね。これで、いつでもここに帰ってきて眠ることができますと、生活することができますと。危なくなれば軍事拠点に逃げるということも可能。いかがでしょうか。そんな感じで、1週間過ごしておりました。長かったと思いますけども、以上でございます。それではまた。